人生をより良くしようと本を読んだり、セミナーに通ったりして一生懸命に知識を蓄え努力を続ける。その姿勢は本当に素晴らしいものです。しかしこんな風に感じることありませんか？これだけ多くの情報を得て学んでるのに、なんか現実が思うように変わんない。学べば学ぶほど選択肢が増えて迷ってしまう。もしそうだとしたら、あなたは情報の探す場所を間違えているのかもしれません。実は人生を本当に好転させてくれる情報、あなたの人生のすべての答えは外側ではなく、あなたの内側から感じられるものなのです。こう聞いてどう感じましたか？そんな都合のいい話あるわけない。ただのスピリチュアルな思い込みじゃないの？そう思われる方も多いでしょう。しかしこれはオカルトではなく、科学でも証明されつつある人間の体の精密なメカニズムです。今回は私たちの内側から湧き出てくる情報とは一体何なのか、そしてなぜ外側の情報ではなく内側の情報に従うべきなのか、その理由を神経科学の視点を交えて解説していきます。この動画を最後まで見ることで、あなたの脳の使い方はガラリと変わり、外側の情報に振り回されない直感の力を手に入れることができるかもしれません。まず私たちが普段いかに外側からの情報に依存しているのか、そしてその情報にはどんな特徴と限界があるのかを見ていきましょう。ここで言う外側からの情報とは、テレビや SNS、他人の意見、常識、そして過去のデータに基づいた思考のことです。私たちは日常の大部分を脳の左脳を使って処理しています。左脳は論理や言語、損得感情、リスク管理を担当する非常に優秀なコンピューターです。しかし、外側の情報、つまり左脳の思考には決定的な3つの限界があります。1つ目に、常に条件付きであること。A だから B になる。何千万円稼げれば幸せになれる。あの人に認められれば正解といったように、外側の情報はすべて条件付きです。そのため、時代の変化や他人の一言で、その正解は簡単に覆ってしまいます。2つ目、常に不足感から生まれていること。今の自分にはこれが足りないから、外から知識を補わなければならないという前提があるため、どれだけ学んでも脳はまだ足りないという不安を作り続けます。3つ目、脳を過剰に疲弊させること。神経科学の世界では、脳が何もせずぼーっとしている時でも動いているデフォルトモードネットワークという回路があります。外側の情報ばかりを追いかけ、脳内であれこれ思考していると、このデフォルトモードネットワークが過剰に働き、脳のエネルギーのなんと 60% から 80% も消費しています。これが脳疲労の原因であり、直感を鈍らせる最大のバリアなんです。つまり、外側の情報に頼っている限り、私たちは過去のデータの焼き増しの中からしか答えを選べず、本当の意識変容やブレイクスルーを起こすことはできません。では本題である内側からの情報とは一体何なのでしょう。その正体を3つの特徴と神経科学のメカニズムから紐解いていきます。まず1つ目は潜在意識からの直感です。冒頭でもお伝えした通り、思考で出した結論は状況次第で簡単に覆りますが、直感にはそれがありません。理由は説明できないけど絶対にこれと感じるあの感覚です。これを脳科学的に紐解くと、驚くべきその瞬間の電気信号という側面が見えてきます。私たちがビビッと何かひらめいた瞬間、脳内では一体何が起きていると思いますか？
実は脳の右前頭葉や体の感覚を司る頭皮質と呼ばれる場所でニューロンが一斉に発火していることが確認されています。この時脳内にはガンマ波と呼ばれる非常に周波数の高い脳波が一瞬だけ強い電気信号となって走ります。文字通り、脳の中で火花が散るような現象が起きているのです。しかしここで重要なのは、その電気信号の中身は何なのかということです。この一瞬の電気信号は決して何もないスピリチュアルな空間から降ってきたわけではありません。その正体は、あなたが生まれてからこれまでに経験したこと、学んだ知識、傷ついたこと、嬉しかったことなど、潜在意識の奥底に眠っていた膨大な記憶の断片が一瞬で一つに結びついた超高速の演算結果なのです。つまり直感とはその瞬間の電気信号でありながら、本質的にはあなたの過去の全データが一瞬で火花を散らした結晶と言えます。ではここで一つ疑問が湧きますよね。その直感は本当に今この瞬間の最も最適な答えなの？ということです。これについて現代の脳科学や行動経済学では多くの場合イエス、つまり最も最適な答えであると結論付けられています。アメリカの著名な心理学者ゲアリー・クラインらの研究に非常に興味深いものがあります。戦場の指揮官や1分1秒を争う救急救命医など命の瀬戸際にいるプロフェッショナルたちが直感だけで下した判断を後から論理的に検証したところ、なんと全体の約9割が最も適切な処置だったという結果が出たんです。プロが極限状態で使う直感はなぜこれほどまでに正しいのか。それには私たちの脳に備わった2つの理由があります。1つ目、脳の処理速度が論理より圧倒的に速いから。私たちが、A のメリットはこれで、B のデメリットは、と、左脳で論理的に考えているときは、脳は一度にわずか数個の情報しか処理できません。非常に効率が悪いんです。しかし直感の超並列処理は数百万、数千万もの情報を一瞬で同時に処理します。そのため、時間をかけて左脳でこねくり回して考えるよりも、右脳の直感の方が圧倒的に見落としが少ないんです。2つ目、今のあなたに 100% パーソナライズされているから。AI や他人が出す正解、あるいは本に書いてある成功法則は、すべて一般的な最大公約数の正解です。しかしあなたの直感は他人のデータではなく、あなたの価値観、あなたの今日の体のコンディション、あなたの過去の全経験のみをベースに弾き出されています。そのため世間一般の正解ではなく、今のあなたにとって唯一無二の最適感になり得るのです。理由がないから信じられないのではなく、左脳の論理スピードをはるかに超えた超高速の計算だから理由が言語化できないだけ。これが潜在意識からの直感の正体です。2つ目は負脳からの直感です。腑に落ちる、腹が据わる、腹が立つという言葉があるように、実は腸には約1億件以上の神経細胞が存在しており、脳に次ぐ巨大なネットワークを形成しています。そのため、神経科学や解剖学の分野では、腸は第二の脳、あるいは負脳と呼ばれています。驚くべきことに、脳と腸を結ぶ迷走神経を流れる情報の8割から9割は腸から脳へ向かう信号です。つまり、脳がお腹をコントロールしているのではなく、お腹の感覚が脳を動かしているのです。この負脳がもたらす直感は、エゴ、つまり個人の損得を超えています。すべての生命や環境、場のエネルギーと地続きでつながっており、
それらと完璧に調整、チューニングされています。あなたが負のの感覚に従うとき、なぜか外側の世界でタイミングがピタリと合う、シンクロニシティが頻発するようになります。それはあなたの体が世界という大きなシステム全体と調和した答えをお腹の神経ネットワークを通じて受信しているからです。三つ目は、極度のリラックス状態で脳内に情報が流し込まれるという現象です。歴史的な大発見や素晴らしいアイディアが浮かんだ瞬間を示す三つの B という言葉があります。それは、お風呂、寝入り映え、移動中の乗り物または散歩中です。これらに共通するのは、何も考えていないリラックスしている時です。これを神経科学的に見ると、脳波がアルファ波やシータ波に切り替わった状態を指し示します。必死に考えている時の脳は、思考のフィルターがガチガチにかかっています。しかし、心身が完全にリラックスすると、このフィルターが緩みます。すると、脳は単なる思考の道具から、広大な宇宙や人類の共有財産である集合的無意識へとつながるアンテナへと変容するのです。まるで雲が晴れて青空が見えるように、リラックスした瞬間に高次元の情報がドバドバとダウンロードされてくる。これが内側から情報が流し込まれるメカニズムです。ここまで聞いて内側の情報の凄さは分かったけど、どうすればそれを日常でキャッチできるようになるのって思いますよね。最後に左脳優位から右脳シフトし、内側の声を受け取るための具体的な日常のポイントを3つお伝えします。1つ目、体の繊細な感覚に意識を向ける。私たちは普段思考ばかり使って首から下の感覚を無視しがちです。何かを選択するとき、どっちが得か正しいかで頭で考えるのを一瞬やめて、お腹や胸のあたりは今どんな感じがしているのかなって意識を向けてみてください。ぎゅっと縮こまる感じや重い感じがあるのか、じわーっと温かい感じや広がる感じ、軽い感じがあるのか、この体の知性に気づくことが内側の情報へのアクセスを開く第一歩です。二つ目、意識的に余白、つまりぼーっとする時間を作る。スマホを見る時間、スケジュールを詰め込む時間を少し減らし、1日に5分でも10分でもいいので、生産性のない何もしない時間を作ってください。ただ空を眺める。ゆっくりとお風呂に浸かる。お食事中よく味わう。この時、脳の不要なフィルターが外れ、脳波がアルファ波へと傾き、内側からの情報のダウンロードが始まります。三つ目、思考のジャッジをやめて直感をテストしてみる。直感が感じられた時に、左脳の思考はすぐに、そんなのお金にならないよ。失敗したらどうするのと否定してきます。まずは小さなお買い物や今日のランチ、散歩のルートなどで理由はないけどこっちかなって感じた直感をそのまま採用して行動してみてください。その結果、どんなことが起きたのかを観察するのです。これを繰り返すと脳は内側の情報に従った方が安全でうまくいくんだと学習し、直感の感度がどんどん上がっていきます。いかがでしたでしょうか？情報は外側から得るものではなく、
すでに内側にあり、それを感じ取るもの。そしてそれは右脳や負脳、脳波のメカニズムに基づいた人間本来の圧倒的な能力であること。外側に正解を追い求めなくていい。すべての答えは自分の内側にある。そう思ったとき、深い安心感を覚えました。誰か優れた能力のある人から学ぼう、必死に追い求める姿勢が、むしろ邪魔をしていたのかもしれません。ただ、リラックスして体の感覚を感じてみる。それだけで人生は驚くほどスムーズに流れ始めます。私たちの人生の最高の羅針盤は他の誰でもない。私たち自身の体の内側に最初からあった。体の力を緩めて内側の静かな声に耳を傾けたとき、驚くほどの調和とシンクロニシティで答えてくれるようになります。今回の内容があなたの意識の変容や右脳的な生き方への回帰のヒントになれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。